どうも皆さんこんにちは、アキヤです。今回はですね、ついにやってきました。モーション VFX 年に一度の大セールでございます。これだけはね、僕ちょっと本当にね、皆さんに紹介したくて、今回はね、一応 PR といいますか、モーション VFX さんとね、タイアップではあるんですけれども、ご存知の方わかると思います。もう僕3年ぐらいね、もうこのね、モーション VFX っていうものをね、たくさん皆さんにね、ご紹介していたりとかすると思うんですけれども、なんと今ですね、ブラックフライデーセールをね、開催してるんですよね。で、このセールが、モーション VFX のね、ダヴィンチリゾルブで使えるプラグインをね、購入するとね、使えるようになるんですが、それがですね、年に最大級のね、セール、割引率っていう風になるのが、このね、ブラックフライデーのこのタイミングなんですよね。で、その割引率が今、なんとですね、30% オフとかなり大きいんですよね。僕もね、年に1回このブラックフライデーセールってね、いろいろと購入したりしてるんですけれども、ちょっとね、今回のこのタイミングだけはね、ちょっと皆さんにご紹介したいなと思って、最近ね、紹介できていなかったので、ちょっとね、僕のおすすめのね、ものであったりとか、新作のね、結構いいものがたくさんありましたので、ちょっとそれらもね、ご紹介しつつ、本当にね、僕の一押しのね、ものをね、皆さんにね、ご紹介できればなというふうに思っております。で、そもそもモーション VFX とは何なのかというところなんですが、こちらでございます。はい。これが、モーション VFX のね、サイトになるんですけれども、ここの上にね、ファイナルカット、ダヴィンチ、アドビプレミア、アフターエフェクトみたいな形であると思うんですが、ファイナルカット、ダヴィンチ、アドビプレミアプロとかの、プラグインをね、ダウンロードできるといった形になるんですね。で、このプラグインをね、ダウンロードできるとどうなるかっていうと、いろんなトランジションが使えたりとか、今ここに出てるね、テキストのアニメーション、これらも僕が作ったわけではないんですよ。すべてでモーション VFX さんのもので、こんな感じでね、いろいろとアニメーションをね、出すことができるといった形で、めちゃくちゃ編集の手助けをね、してくれるものになってるんですね。で、このチャンネルではね、本当にめちゃくちゃお世話になってまして、ほとんどここのものを使ってるんですけど、もうめちゃくちゃいいんですよ。例えばね、ダヴィンチリゾルブの中に行くと、こんな感じでね、プラグインが出てきて、で、これら1個ずつをね、買い切ることができる、購入することができて、で、それをね、ダヴィンチリゾルブ内でインストールすることによって、サクッとね、使うことができると、そういったものになっております。で、プラグインだけじゃなくて、ラットであったりとか、いろんなね、そういったものも使えるし、ファイナルカットプロとか、アドビのプレミアプロとかもね、使うことができるので、ダヴィンチユーザーじゃなくてももちろん可能なので、もう本当にね、動画編集、映像制作をする方にはね、めちゃくちゃね、おすすめのね、サイトになっております。で、一応ね、このファイナルカットのね、プラグインに関しては、Apple のね、もう公式ウェブサイトにも載っちゃうようなね、もう本当に信頼性のあるね、プラグインサイトになっておりますし、しかもなんとですよ、はい、こちら、はい、僕のね、専用のね、LP も作ってくれてるんですよね。ここのね、下にあるプラグイン、これですね、これが一応僕のね、一押しの5つのプラグインで、これをですね、まとめて購入するとセットでね、割引があるみたいな形になったりするし、僕のアキヤ10っていうね、コードを使えば、全商品ね、10% オフになるんですよね。ただね、今はね、ブラックフライデーセール期間であるので、BW30 というね、クーポンコードを入力していただくと、全商品 30% オフで購入することができるので、これはね、モーション VX の中でも最大級の割引率なので、マジでね、今購入するのがおすすめです。はい、こんな感じでめちゃくちゃね、お安く買えますので、今日はね、これを紹介していきたいなというふうに思っております。でですね、ちょっと紹介する前にもう一個ね、ちょっと皆さんにね、告知したいことがありまして、なんとですね、僕のね、EC ショップができました。はい、僕のというか、僕の会社でね、今後強化していこうと思ってるんですが、それがですね、実際にこのようなサイトとなってるんですけれども、どうですか？結構かっこいいですよね。これはね、もうデザインから開発までね、僕がやったわけではないんですけれども、このように僕のね、商品、パワーグレード、ダヴィンチリゾルブで、いろんなね、こう、色の編集ができるパワーグレードであったりとか、僕のこう、ノード構成っていうものをね、ダウンロードできるようになってるんですよね。で、他にもね、ラットと呼ばれるね、映像の色の編集を手助けするラットのパックとか、あとは写真のね、プリセットパックとか、そういったものをね、ここで一括で購入することができるようになっております。細かく見るとね、こういった感じで商品のね、詳細とかありますし、ここにね、動画の詳細もあるので、よかったらね、見てもらいたいんですけど、で、今ね、ちょっと英語のね、表記になってるんですが、これ実はですね、日本語、英語両方とも対応していますので、もしね、海外から購入される方は、日本円だけじゃなくて、米国ドルでもね、購入決済が可能ですので、こちらでもね、よかったら見てもらえたらと思うんですけど、このように使い方とか、詳細っていうのをここにね、記載しております。で、このタイミングはね、世間的にブラックフライデーセールじゃないですか。で、僕もこのオープンをね、したというところで、そらさ、セールしますよ。はい、ということで、15% オフですね。で、一応ですね、円安もあるのですが、日本円の方がね、レートは安く設定させていただいております。で、さらにね、全商品今だとね、15% オフという風になっておりますので、10日間限定のね、開催になるんですが、ぜひよかったらですね、この機会にまだね、購入していない方は、ぜひね、こちらもね、チェックしていただけるとすごく嬉しいなという風に思っております。今後ね、さらにね、ここのラインナップはね、拡充していこうと思っておりますし、このね、パワーグレードパックに関しては、
はこれリリースした日初日で100個売れたっていうね、めちゃくちゃね人気のものになってて、これどういったものかっていうと、動画のね、こういった映像も全部ね僕のパワーグレードパックこれ使ってるんですけど、要はログで撮影した映像とかを一旦ね色をね戻した後にそこからもう自由自在にね綺麗にすると、そういったことができるようなパワーグレードパックになっています。大まかに分けると2つのね思想があって、1個はもうエステティックカラー、もう本当に美的なもう美しい色を作るための、ノード構成っていうのがここでねできます。こんな感じのノードになってるんですが、ここで、綺麗にねすることができますと。でもう1個がフィルムエミュレーションですね。これは本当にそのままの通りもうフィルムっぽいような色とか、質感世界観を再現するフィルムを模倣するようなねもののこの2つの思想をねここのパワーグレードパックにインクルードしていますと。でその中でもどっちかを使う、でさらにエステティックカラーの中でもいろんなラット5つのねラットをね含めていますし、そこからこういろんなめちゃくちゃね僕が普段やってるカラーグレーディングの、ノードツリーを真似てできるので、よかったらねこのね概要欄の動画も記載しておりますので、よかったら見てほしいんですけど、このようにねパワーグレードパック、ラットパック、プレセットパック全てですね今15% オフで購入することができますので、モーション VX もねめちゃくちゃいいんやけど、ぜひよかったらこっちもねチェックしていただければすごく嬉しいなというふうに思っておりますし、今後でめちゃくちゃ増えていくと思いますので、よかったらね、引き続きチェックしていただければすごく嬉しいなと思います。はい、というわけで皆さんお待たせしました。それではね早速おすすめのねプラグインを紹介していきたいんですが、まず1つ目がですね、めちゃくちゃおしゃれなトランジション、ペーパーリップトランジションというねものになっております。これがね超ね僕はもうこれ多分新作なんですけど、これめちゃくちゃ良かったんですよね。こういった感じの商品ページでですね、実際にトレーラーみたいなものを見るとこういう風な、要はペーパーでねこう入れ替えると、こう動画のつなぎ目とかをこんな感じでこう紙がねペラペラペラみたいな感じになれるみたいな、そういったトランジションのねものになってるんですよね。これめちゃくちゃおしゃれじゃない？ちょっとね実際にダヴィンチリゾルブで見てみましょうか。はい、ちょっとね、プロジェクトを開いたんですが、実際僕が今編集中のね韓国のねVlog を今作ってるんですけれども、撮影 Vlog を作っておりまして、これも絶対見てほしいんですが、これのねちょっと一部をね抜粋してきたんですけど、このように動画が切り替わる時ですよね。こういう時に使えるんですけど、でインストールをするとトランジションとかタイトルエフェクトの中にそれぞれモーション VFX というね一覧が出てきます。で今回トランジションのものなんでモーション VFX のここの中ですね。はい、こんな感じで僕めちゃめちゃいろいろ買ってます。もちろんね提供していただいているものもあるんですけど、必要なものはねその都度買ったりしていて、で今回トランジションなのでビデオトランジションの中の M トランジションペーパーリップですね。はい、これです。ここの中のものを使えるといった形なんですよね。でちょっとね僕お気に入りのものはねもう星をつけてるんですけど、例えばこれトランジションなんでこう入れてあげるんですよ。これ入れるだけでわかる？この切り替えおしゃれすぎへん？やばくないこれ？はい、一発でこんなかっこいいものができるといった形ですね。でこれらは細かくこのインスペクタから、調節が可能になっているんですよ。例えばこのねズームのこの感じとかもどこまでズームするかとかも選べたりするし、他にもこのね紙自体ですよね、ここのペーパーをオンオフとかもできたりするし、ここの太さとかね場所とかも変えれるし、あとはなんならここのカラーとかもね、シアンっぽいようなものとかでよりですね深くするとか、でそういったことも、自由にね決めることができるといった形ですよね。で他にもこういったねちょっとグレインがねこうザラザラとした質感になってるじゃないですか。こういったものもグレインのねオンオフができたりするし、ブラーとかもね消せたりとか、ダストかな、はい、このちょっとゴミっぽいようなものとかも、はい、追加したりとか消したりとか、結構細かくいじることができます。はい、このようにね、でちなみにこの長さはねこういう風にやれば結構長めにできたりとか、短くしたければこんな感じでもうやるだけなんで、めちゃくちゃ簡単で使うことができます。ちょっとねモーションベックスっていうか、プラグインを使うときはね若干重たくはなっちゃうんで、そういう時はねこうタイムラインのね解像度を下げたりとか、プレビューのね解像度をね下げてあげてやってあげるとねいいかなというふうに思います。で、もしねこれが違うなと思う、これをね消してあげていいし、で他にもね結構いろいろと本当にあるんですよ。僕がこれお気に入り、はい、こういうねちょっとこうめくって他にね変えていくみたいなものもねできたりするし、あとはこれも良かったね。これとかがはいこう一回ちょっとフラッシュも入ってこうバンバンみたいな形とか結構あったりしますね。でしかもねめっちゃいいのがモーションベックスはねここのね左のところをなぞってあげると大体どういう風にねトランジションされるかっていうのがすぐ分かります。はい、これめっちゃいいな。これとか一回モノクロのトーンに落ち着いて変わるみたいな、
これおしゃれやなっていう感じでできたりしますね。これに関してはね、ちょっと僕実際にね、今作ろうと思っている動画があるので、これをねガシガシ使っていくと思うんで、ちょっとねミュージックビデオとかも使えると思うので、結構ねおしゃれにね編集したい方、これ結構おすすめです。はい、というわけで続いて2つ目がですね、ビューティー系のプラグインなんですけれども、もうこれもねめちゃくちゃいい。結構ねこうスキンケア関連のプロダクトのねこう想定されたプラグインという風にね思いがちではあるんですけれども、結構そういったものだけではないんですよね。こういったね、もちろんこのスキン補正系もできるんだけど、僕がすごいいいなと思ったのはリールとかこう編集をするときにビフォーアフターとかこういろんなこうステップ、要はこれをつけてこれをつけてこれをつけてこの段階を踏んでやってくださいみたいなね、いろんなこう説明をするときとかにもすごく使えるものなんですね。でこれはあくまでそういうビューティーっていうねところのコンセプトで作られてるんだけれども、でもね全然他にも活かせるなというふうに思って、ちょっとねこれをね紹介したいなと思ってます。なんかこういう風にこういくらですよみたいなとか、こう何番目にこれですよとかレビューの評価をね、出せたりとか、こういうようなテキストもね使うことができます。ちょっとね実際に見ていこうと思うんですが、これはですねこのねトランジションの中の M ビューティーを使えば、ここでねトランジション系もあります。こういうフラッシュ系のものでトランジションこんなんとかもあるし、リプレイス系もあるのでこんな感じとかね、結構いろいろとあります。ロール系とかもあったりとかね。ただメインとしてはエフェクトの方ですね。エフェクトのモーション VFX のここですね。はい。一応ね、ここのオーバーレイも2つあって、こういったブラー系で、この中心が今ピンと合ってますよね。とかやれたり、こっちがいいかな。スキンのリタッチっていうところがあって、これをするとですね、ダヴィンチリゾルブってもともとカラーページの中にこうビューティー系のね、プラグインってあるんですよ。こういう風に。これをするとね、かなり綺麗になるんですよ。モデルさんもともとめちゃめちゃ綺麗なんですけど、これを使ってあげると、よりですね、ハイトーンになるというか、トーンアップできるんですよね。これどういうことかというと、このね、スポイトを使って、こういう風に頬に当ててあげると、ちょっとですね、トーンアップするといった形なんですよね。わかるかな？実際にこのね、敷地とかを調節するとですね、はい。ちょっとそこの位置で、わかるかな、この肌が明るくなってるといった形になるんですよね。で、ゲインとか、グローとか、で、ちょっとこう、くすましたりとかね、で、リフトとかもできたりするので、結構細かくですね、いろいろとできます。はい。で、これビフォーアフター見ると、ビフォーアフター。なので、かなりね、トーンアップをすることができたりするので、こういった使い方もいいと思います。ただですね、僕がね、結構いいなと思ったのは、それよりもこの辺なんよな。例えばですね、こういう風に3つ、並べたりとか、上下にビフォーアフターを出せたりとかするんですよね。これがねめちゃくちゃ良くて、これどういう風にやるかというと、こんな感じで、揃えたいものとか何かこう順番、3つね縦で順番に説明したい、この通りやってくださいみたいなステップを見せたい時とかに使えるんですけど、例えばですね、じゃあこのクリップを、はい、こういう風にね、はい、コピーしますと、でちょっとねもう用意してるんですが、はい、このねちょっとじゃあビフォーアフターのアフターバージョンをね使うといった時に、これをですね両方持って、はい、フュージョンクリップにします。それでこれをね載せてあげるだけで、もうビフォーアフターの比較が一発でできます。これさめちゃくちゃ良くない？僕はね結構 YouTube のね比較とかもやったりするので、これねめちゃくちゃ最近使いたいものなんですが、こういうねビューティー系の以外のことでも全然使えると思います。でこのねトランジションがうざいなと思ったら、これ消せますので、インアウトで、はい、そうすればもうこれでずっと比較できるといった形なんですよね。このようにねめちゃくちゃねいろんなことができるので、例えばこのね3つを組み合わせて縦のね、はい、これを使うんですよ。そうすればこんな感じでちょっと同じクリップ重なっちゃってるけど、でセグメントでメディアのねそれぞれの位置とかをねこういう風に決めれたりするので、これはねもうめちゃくちゃ便利、はい、思わぬ収穫でした。これはここめっちゃ使えるやんみたいなね感じになりましたね。で他にもねこういう風にボードの中にね入れてあげることもできたりしますし、一応ねこれのメインというのはここのタイトルの方の M ビューティーですね。これのこういうねテキストアニメーションとかがいろいろとありまして、これとかいいんじゃないかな。例えばこういうのを入れてあげると、このそれぞれのものはこういった値段でみたいなこうリストでね表示をさせて見せることもできるし、これのねコンテンツコントロールで、場所であったりとかで、スケールとかねコンテンツローテーションで傾きとか変えたりできますので、こういうねいろんなこうものが使えるっていうのも M ビューティーのめちゃくちゃいいところですね。こういうとこはいいよね。ステップ系が分かるので、今からこのね内容をこの順番でしますよみたいな、これは置き換えれば、目次とかとして他の動画でもね全然差し込めると思いますので、ドキュメンタリーとかこう動画が進んでいく順番みたいなね、そういったことにも使えると思います。であとねもう一個だけ紹介したいのが、このね M ビューティーの中に入ってたラットがめっちゃ良かったんよ。これのモーション VX の中の M ビューティーですね。これのこの防具ラットが良かった。例えばねちょっとこれとかもやねんけど、この
防具っぽい色になっちゃう。これちょっとねめちゃめちゃこれ編集中のやつなんですけど、これ良くない？このねラットはすごい良かったね。 M ビューティーめっちゃおすすめ。やばい、ネタバレになるはい、というわけで続いて3つ目いきたいんですが、次はコールアウトテキストアニメーションですね。これはねもう超いいはい、特にYouTuber の人とか、結構アニメーションテキストアニメーションをする方におすすめかな。このコールアウト系ってダヴィンチの中でもね何個かあるんですけど、これ新作やと思うねんけど、もうこれがね決定版って感じがする。これで一旦いいんじゃないかなというふうに思いましたね。これもね見ていきましょうか。はい、例えばこういう風なカメラとかね映してる時に、このカメラについて説明したい時に使えるんやけど、これはですねタイトルと思うきはこれエフェクトなんですよ。このエフェクトのモーション VX のコールアウトですね。これのここの中にいろいろと入っておりますと。で結構いろんなものがあって、このアクション系とか、要はねこのプレイさせる時とかサーチさせるとか、そういうアクションとか、あとオーディオ関係、ここのアイコンがあるんですよね、このコールアウトの特徴としては。でこれ自体はねカメラのねコールアウトを出してみたいと思うんで、そのねものを探すんですけど、それがデバイスですね。ここのこれとかカメラレンズとかがいいと思います。そうで、これをね出す時に調整クリップ上に出してあげるのがいいです。なのでですね、エフェクトから調整クリップを出して、その中にコールアウトを入れてあげると、これを入れると、そうするとはいこんな感じで出てきますと。でこれがねめちゃくちゃ良くて、このアイコンがねまず可愛いんですよ。このアイコンとかもいろいろコントローラーとか、カメラとかウォッチとかね、いろいろと選べます。フィルムカメラとか、はい、結構あるんで、これでそのデバイスによって何かをね、つけてあげることもできるし、消すことももちろん可能ですといった形です。でもちろんアイコンの位置とかもね変えれます。先頭にもできたりしますよね。色とか、僕緑が好きなんで緑にしますと。ちょっとくすんだシアンっぽいのがいいかな。はい、こんなんでいいんじゃないかな。でですね、これがね、例えば今実際にこれハンさんがね持ってるカメラが富士フィルムの X106 なので、ちょっとこれに書き換えておきますと。でこれのねスケールとかもサイズも変えれたり、もちろんフォントもね変更可能ですよと。ちょっと何でもいいんですが、一旦こんな感じでやりましたと。でこれをですね、どこのね場所に持っていくかですよね。ここに持ってきて、でこのアングルとかも変えれるし、ここのねポイントの近さとかも選べたりしますね。こんな感じでこんな感じで作るじゃないですか。でこれをですね、フュージョンページでトラッキングをさせる必要があります。それはねめちゃめちゃ簡単です。はい、ちょっとやりましょう。こんな感じでフュージョンクリップにやってあげて、でフュージョンページに行きますと。でですね、このままシフトスペースで、検索ができるので出してください。でそこでトラックですね、トラッカーを追加してあげます。はい、これだけめちゃくちゃ簡単やから大丈夫。これはね全然簡単やからね。でこれをですね、この中に入れてあげるといった形ですよね。でこのトラッカーを使って、このね要はカメラにトラッキングさせてあげるんですよ。でちょっとこっちに入れますと。でこのトラッカーのポイントをじゃあどこにトラッキングさせるかっていうところなんですけど、ちょっとこれね真ん中にねスモールリグのリグがあるので、ここでいいかなと思います。でこれをもうやってあげるとトラッキングが始まると、このように追従させていますよね。これだけです。めちゃめちゃ簡単。はい、できました。できたら、この要は実際のこのテキストのものを、ここのセンターポイントを右クリックして、接続からのトラッカーのこれですね、この位置をやってあげるだけ。そうすれば、トラッキングをされて、実際にね、トラッキングされた状態でコールアウトができるといった形です。めちゃめちゃ簡単です。でこのアニメーションがいらなかったら、これインアウトで消してあげれば、もうずっと表示された状態で始まるといった形になるので、めちゃめちゃ簡単にできますし、もういろんなカスタマイズができますので、一旦ねこれでなんかいいような気がするな、個人的には。こんな感じでねコールアウトはね、こういう風にできますので、これ結構僕はねちょっといっぱいプリセットを作ってね保存していこうかなという風に思うんですけど、新作なのでこれもおすすめです。はい、というわけで続いて4つ目いきたいんですが、次が M ジャーニーですね。これはもうトリップ系とかトラベル系で使える、Vlog とか日常のね、Vlog 動画をおしゃれにできるようなプラグインなので、もうほんと全動画ユーザーにおすすめ。もう全動画作りたい人におすすめのものです。これはね、もう僕散々過去にも何回もね、紹介してるんで、もう結構ね、わかるかと思うんですけど、もうこれは見た方が早いんで見ていきましょう。これもですね、例えばこういうね、Vlog で今ちょっとね、ドローンのシーンとかがあるんですが、こういった時に使えるもので、例えばね、じゃあタイトルとかであれば M ジャーニーなので、これですね、これを使ってあげると、こういったね、例えばね、もうこういうアイコン一つ可愛いんですよ。例えばなんかマップを出しとって、こういう風な位置アイコンをね、出したりもできるし、ここのね、天気はこんな感じですよみたいな感じで、晴れのうち曇りですよみたいなとかも出せたりするし、もうこれはめちゃめちゃ可愛いでしょ。で、なんといってもね、この辺ですよね。こういうここからここまでここに行きますよみたいな、飛行機で移動してる時とか、例えばこれこそこのね、飛行機だけじゃなくてもいいんやけど、移動とかのシーンとかでやってあげるといいと思います。こういう風な
今こっからここまで移動してますよみたいな。でこれらが全て LAX じゃなくて、例えば羽田の HND とかにねしてあげると、ニューヨークまでこの時間に行きますよみたいな、空港と空港とか、あとはこれを TKO かな、はい、東京 OSK で大阪みたいなね移動にしてあげても使えると思いますし、こういう本当におしゃれな旅をね、別になくてもいいんやけどあったらめっちゃおしゃれだよねみたいなものがすごくあるといった形になるんですよね。であとはね、全体図をね見せてあげれるような、こういう風な、はい、こっからここまで今登ってますよみたいな登山系とかでも使えたりするし、あとは僕がねよく使うのは、ここに来ましたみたいな感じでこれをやってあげると、これをですね例えばこんな感じで配置してあげるじゃないですか。そうするとここで、これ今チェジュ島なんですが、チェジュアイランド、はい、こんな感じでやってあげて、でちょっと太めにしてですね、で大きくしてってあげると、はい、チェジュ島に来ましたよみたいなとか、でこれがね縦位置が嫌やなと思ったらこれをね横位置にしてあげたらいいしとか、まあ上の方がいいか、はい、ほんならさ、もうこれ誰がどう見ても、あ、チェジュに来たんだなみたいなのが分かるじゃないですか。なくてもいいんやで、なくてもいいんやけど、あったらおしゃれじゃないですか。で、分かりやすくなるしね。で、あとはね、こういう風なタイトルのね、アニメーションもあるので、こういう風に大きなね、もうタイトルをバコーンとつけたいとき、はい、こんな感じで、こういう風にやってあげると、もうめちゃくちゃおしゃんに出ますので、はい、こんな感じでできますので、こういう風な使い方もすごくね、いいんじゃないかなというふうに思います。で、あとはね、もちろんトランジションもありますので、M ジャーニーのね、トランジションで僕好きなのが、この Q のやつやね。これね、僕のチャンネルではめちゃくちゃよく使ってる。この、ちょっとスライドさせるみたいな、めちゃよく使ってるんですけど、こういったズーム系もありますね。これもね、めっちゃいいよね。で、これのね、例えば使い方としては、これね、今空撮じゃないですか。空撮からこのシティのね、中に入れていくときとかめっちゃいいですよ。例えばこういう風に使うと、空撮から入ればもうこの、中から地上から見れてるみたいな、こういう風なトランジションとして使っていくのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで最後5つ目なんですが、もう爆イケで編集したい方、これです。M ミュージックビデオシリーズですね。1と2あるんですが、ちょっと今回2を紹介しようと思います。これはね、もうめちゃくちゃかっこいいんですよ。もう心からかっこいいよね。これはですね、ミュージックビデオのね、ような編集をもう爆イケでできるみたいな、そういったものになってるんですよね。こんな感じ。はい、これも見ていきましょう。実際にですね、僕これ何回も使用してるんですよね。こういったね、ソニーさんとのタイアップ映像のね、映像作品僕作ってたんですけど、これとかも M ミュージックビデオとかのトランジションとかエフェクトとかバリバリ使ってます。例えば今見てもらったこのギャーンみたいなとかもそれやし、もうほんまにね、こういうねフレアとかもね、全部ブワーンみたいなとか近づいていくみたいなとかも、これ全部トランジションパックを使ってるんですよね。で、必ずしもねイケイケである必要はないんですよ。ちょっとね、なのでこのね素材でちょっと MV っぽいようなねインサートなんで、これしかもこれ全部 iPhone で撮ってますから、これでちょっと見ていこうと思うんですけど、M ミュージックビデオはタイトル、トランジション、エフェクト、テキスト全部ね、豊富にありますと。で、M ミュージックビデオ2ですね。これ1もね、結構いいんですよ。1とかも、このトランジションが、これさっきのやつかな。はい、ちょっと短いか。これか。こっちやね。はい、これを見ると、こういう風な、ババンみたいなのとかもあるし、で、2の方なんですけど、今回はね、はい、こういう風なフレアの仕上がりでチェンジさせたりとかね。例えば、こういったね、リークス系のやつとか、こんなんとかもあるし、なんかおしゃれですよね、めっちゃ。こういうフレア系とか、はい、ちょっと短いので伸ばしてあげて、こんなんとかね、できたりするので、これらもね、すべてファイヤー系もありますね。こういうの、ちょっと短いので伸ばして、こんなとかメラメラと燃えてみたいな感じとかね、フレーム系もあったりしますと。で、僕的にすごくね、おすすめなのが、やっぱエフェクトかな。エフェクトの M ミュージックビデオ2の、これですね、これの、例えばね、こういうフィルム系のマットをつけたりもできるんですよね。もうこれだけでおしゃれじゃない？このマット。もうこれで映像についちゃうんですよ。こういったノイズとかも。あるし、ちょっと iPhone のね、画面で見てるような、こういったものもあったりするし、マジでめちゃくちゃいろいろあります。VHS 風とか、フィルムっぽいようなとか、あとオーバーレイも結構豊富にあるので、ちょっとイケイケのね、ミュージックビデオとかでは使えますよね。逆にこういうちょっとね、ふんわりとした描写の時は若干幻想的にね、エフェクトで描けたりするし、このゴーストの感じとかも調節がもちろん各各々できるようになっています。このブラシ方とかね。できますよね。でね、やっぱりこのタイトル系のね、ものもやっぱり素晴らしいですと。M ミュージックこっちに行くとですね、はい、こういうリリックですよね。要は歌詞に合わせてここを表示させることができます。歌詞に合わせてこれを、カラオケみたいな感じで出すことがね、できたりするようにもできたりする、このね、はい、ものがあったりするし、あとはね、やっぱりこうタイトル出しですよね。この MV を曲名とかクレジット誰が作ったのとか、
そういったものを表示させるような、こういう風なものとかで、もちろんこういったねものは全てカラーのね変更が可能だったりするので、そのね場所にそのトーンに合わせたものを設定してあげるといいんじゃないかなというふうに思っております。もちろんねこういったイケイケのミュージックビデオだけじゃなくて、全然ね他のものでも使うことがね全然余裕で可能です。なので本当に使い方次第にはなるんですけど、この僕的にはこの M ミュージックビデオシリーズ、1も2も両方ともすごく使いやすいので、イケイケの編集をしたいとかおしゃれなものとかみんなとは被らないようなものが編集したい方にはすごくねいいのかなというふうに思っております。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ね MotionVX のねおすすめのプラグインを5つ紹介をさせていただきました。もうどれもめちゃくちゃいいんでね、ぜひよかったらねこのね割引が効いてる 30% オフですからね、めちゃくちゃでかいので、このタイミングでね購入していただければいいのかなというふうに思っております。でそしてですね、僕のねこのビジュアルパーク、オンラインショップね、アップデートされましたので、もう本当にもうラットとかも何千とかでパワーグレードも何百とか売れてるね超人気のねカラーのプリセット、プリセットも何百とか売れてますねとかなので、僕もねめったにこういったセールっていうのはねやらないんですが、今回はねもうちょっと記念して、オープン記念リニューアル記念かなという感じになるので 15% オフにね設定しておりますので、ぜひよかったらね興味ある方はこちらもチェックしてください。で一応ですね海外の方がもし見てくださっていたら、ドルとかでねアメリカ、中国とか韓国だとね今購入ができると思うので、ぜひよかったらですねこちらもチェックして購入いただければすごく嬉しいなというふうに思っております。というわけで今回ねこの辺にしようかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。